はい、お疲れ様です。にじちゃんまえの北川です。今日もね、フェルト教室始めていきます。これね、今ね、ちょっと見ててね。これスピード針で刺してると、これももの部分がね、太ももの部分がへこんだでしょ。でこれはね、すごく今、やばいんで、しっかり固めましょうっていうことをね、こう伝えたくて、カメラに見せてたんだけども、これね、もうね、やっぱりこの体のね、ベースを作っていくときに、いろいろ肉付けをしてね、凹凸をつけていくわけなんだけど、どうしてもね、こう、形をね、作ろうとしちゃうからね、どうしてもその硬さがそっちのけになっちゃう。だからね、しっかり固めましょうっていうところです。はい、ここからね、手足作っていきます。今ね、こう、指先っていうかな、指をつける土台の部分、拳の部分だね。ドラえもんの手みたいな感じで、丸く、平べったくなんだけども、こういう風にまず僕はね、つけていくんですよ。で、これをまず固めて、で、こっから先の作業なんだけども、この土台に指をつけていくって感じです。こんな感じでね。で、大きさがね、だいたい猫の時もそうなんだけど、僕が基準にしてるのは、この土台の大きさの時に、こう、口元が隠れるくらいの大きさ。そこをね、基準にしてます。で、これはね、少しずつ肉付けをしていきます。細いんでね、巻きつけて、で、またね、もう一度しっかりと固めていく。で、針金がね、この中心に入ってるから、そこにヒットさせないようにニードルを刺していく。これね、僕昔ね、これができなくて、で、どうやってこう針金入れようかなって考えて、針金に巻きつけるやり方だとうまく作れないし、針折っちゃうし、でどうしようかっていうところでね、最初に針金なしでこの細い手足を作って、で後から針金を切って、で針金の先端をすごく尖らせたものをこうゆっくりとね、この細い腕に串刺しにしていくっていう手法をとってたんだけど、危ないんでね、やめました。これね、今5本針とかで叩いてんだけど、ほんと表面を叩いてて、針金に当たらないくらいの深さまでしか刺さないように気をつけてます。でそれ以上ね、刺しちゃうとやっぱりね、針曲がったり折れたりするんでね、気をつけて。これね、本当はこの足の関節部分とかその辺も、どこかでね、またまるっきり別の動画の時にちょっとね、解説動画作ろうかな。僕もおおよその位置でなんとなく作っちゃうんだけど、やっぱり骨格をちゃんと理解してて、どこに関節があるのかっていうのを分かってればね、ちゃんとした体になるんで。とはいえね、僕も視覚的なね、感覚に頼って作るので、結構ね、バランス悪くなったりとか、そんなこともあるからね、ちょっとそこの辺慣れるまで大変だね。こんな感じでね、合わせながらやっていきます。はい、同じ要領でね、4本作りました。で、これからね、ちょっと鼻を作っていきます。ね、鼻、フェルトで作ってたんじゃないのかって思うかもしれないけど、結局ね、ここまで来て、鼻の長さがちょっと短くなっちゃって、植毛すると。で、鼻の先を延長したので、ね、せっかく作ったフェルトの鼻が埋まっちゃいました。で、もう一回作ろうかなと思ったけど、もう樹脂粘土の方が早いので、今回はね、粘土に切り替えます。もう楽しみにした人はね、ちょっとごめんなさい。で、ちなみにね、フェルトで作った場合はね、樹脂ペースト、それでコーティングして、で、色つけてたんですよね。
まあこの辺の粘土のね作り方はもう本当100均のね樹脂粘土とかでもいいから、とにかくね数作ってみてたらそのうちね上手くなってくると思うんで、作り方とかもね。どうしてもほら市販のパーツだとねちょっとどうしても白々しいじゃない。で自分で作れたらね結構いい感じでね作れるようになるから。もうカメラからちょっとアウトしちゃったけども、これね実際に僕鼻先につけて大きさとかちょっと見ながら、あとその現物合わせをしてるんだよね。ちょっと鼻装着するのに曲がらないようにとか。でニードルでねこの鼻の縦線なんか入れたりしてね。でね僕ねもうね本当は乾かした方がいいんだけど、僕ね乾く前にねつけちゃうんですよ。でつけてまだ粘土がちょっとやばいうちにこの装着した状態で、まあちょっと見えてないけどね、形少し微調整していく。こういう風に。まあ、僕はねこんな感じでやってます。これでもこのやり方あんまりおすすめしないかな。乾いてからの方がいいんじゃないかなと思います。ここからねちょっとねアイラインを少し入れていきます。でこう今やってるのはこう黒いアイラインをドンって入れちゃうとこうすごいね、それも濃すぎて白々しくなるから、ちょっとぼかした色にできるようにとか、あとはねその子によるんだけど、こうピンク色が見える子はやっぱピンク入れてあげたりとかね、まあ、ここはねいろいろこう派手になりすぎないようにちょっと気をつけてます。でもやっぱりこのアイライン入れてあげたりとか、あとそのこのね目頭のこの辺のところをちゃんと表現してあげるとやっぱりリアルになってくるんで、これね黒いアイラインを入れて上から今かぶせてるのはコリデールを細かく手でちぎって、あとはそのね最初にのせた黒と軽く混ぜて、でそれをかぶせてあげてる。まあなんだろう、この地肌のピンクが見えてるようなところを表現するときも同じような感じだよね。ピンクを下地に入れて上から薄く白を入れてあげるとね透けて見えるような表現ができるから、まあ、それをいろんなところに応用してやる。でちょっとねあんまりちゃんと映ってないんだけど、この目元いじるときって本当にすごい少量で手に取ってもう指先でつまむぐらいの量を少しずつつけながら微調整して形整えていく。もうねこれはね本当に難しい。似せるためにこの辺すごく重要で、やっぱりこの目頭の位置、高さ、それから目尻の高さも含めてそこのがちょっとねずれるだけでだいぶね印象変わっちゃうんで、今ねこれは同じくコリデールとメリノも混ぜてんだけど、まあ、細かくちぎったやつを鼻のてっぺんにくっつけて、粘土の鼻とのこのフェルトのねこの境目、そこをねなくそうとしてます。でこれ樹脂のペーストでもいいし、僕はまあボンドでやっちゃうんだけど、上からボンドで押さえつけてあげる。まあ手芸ボンドとか木工用ボンドはね後からね色透明になるから、最初にこうフェルトでねニードルで押さえつけて、
でその上をこうボンドでこういう風に押さえてやってます僕は。これはね今段差なくすためにいろいろこう周りも一緒にボンドつけて高さの調整ですね。で艶出しはまた後で違うものでやります。こんな感じでね塗ってます。今度は鼻下のね口元にかけての黒い部分、ここをねまず真っ黒の毛を入れてるんじゃなくてちょっとねグレーっぽい毛にして入れて、さらに今度上からグラデーション色をかぶせていきます。ここもねさっきの目元の話と一緒で、まず下地に色入れて上から薄い白とかをかぶせてぼかしてってあげる。それで奥行きのある色が出せるんで。でもうねこの辺はね仕上げ針、この段階に入ってきたらあまりスピード針使うんだけど、この段階に来たらもうほとんど今ねこれはね仕上げ針でちょっと一旦貼り付けて、その後も仕上げ針で極細針でこう貼り付けていくね。だいたいねこんな感じでやっていくとねグラデーションが表現できます。はい、そんなところでまた。